秋子と俊方。光る君へに学ぶ日本史。藤原氏に賢く仕えた妹と兄。源明子と兄の源俊方は、父源高明が藤原氏に安奈の変で失脚させられたにもかかわらず、後に明子は藤原道長の妻となり、兄も道長に仕えている。源明子と俊方の波乱万丈の生涯を詳しく見ていこう。969年安奈2年、源光仲と藤原義時が橘重信と源連音を謀反の疑いで密告するという事件が起きた。世に言う安奈の変の始まりである。その結果、醍醐天皇の第十王子である左大臣の源高明が娘婿の為平親王を皇位につけようとしているとの疑いが発覚し、太宰の権の措置に左遷された。まだ11、2歳であった三男の俊方は、父高明に同行することを許され、太宰府まで随行している。左大臣が失脚したため、宮中は大騒動となったが、実はこの事件には背景があった。当時、冷泉天皇が精神を病んでいたため、兼家ら藤原氏は次の天皇に同母弟の森平親王、後の延祐天皇を立てようとした。しかし、ライバルには同母弟で源高明の娘と結婚している為平親王がいた。もしも為平親王が即位して男子が生まれれば、高明の源氏が外戚となり、兼家ら藤原氏にとっては大変な脅威であった。そのため藤原氏の多子排斥の一環として高明が失脚したのである。延祐天皇が即位すると高明は許されたが、政界に復帰することはなく、982年天元5年に没するまでカズラノに院政した。父の左遷は俊方に藤原氏の勢力の強大さを痛感させ、その後の諸政術に大きな影響を与えたと考えられる。また俊方は高明によって厳しく育てられ、大学寮でも学んだようである。高明を失脚させて多子追放に成功した藤原氏は、次には同族の兄弟同士で権力争いを繰り広げ、兼家が氏長者となっている。兼家は延祐天皇に続いて崋山天皇を退位させ、娘の明子が産んだまだ7歳の一条天皇を即位させることに成功する。俊方は兼家の下で順調に出世を重ね、政権を引き継いだ道高道長の下でも優秀な能吏として働いている。一方の明子は安奈の変の時はまだ幼く、父の失脚後は叔父の森晃親王の養女となっている。そのため明子は皇族として扱われ、資料には明子女王と記述されている。森晃親王が亡くなると、明子は一条天皇の母東三条院明子に引き取られ、養女のように大切に育てられた。東三条院はお気に入りの道長に成長した明子のもとに通うことを許し、明子は道長と結婚している。道長の結婚については、智子よりも明子の方が早かったようで、智子のもとへ通い始めた道長を恨む和歌が残されている。しかし
父親が現役と元の左大臣という点で、智子が正妻で明子は第二夫人扱いであった。そのため智子と明子には厳然とした待遇の差があった。例えば藤原の実資の小遊記では、智子のことを北の方と呼び、明子を住んだ邸宅にちなんで高松殿と書き分けている。智子も明子もそれぞれ6人ずつの道長の子供を産んだ。しかし明子は小に過ぎなかったようで、この待遇の差は生まれた子供にも適用された。智子からは頼道、則道など摂関を継ぐ男子と、明子以下天皇の中宮などになる女子が生まれた。しかし明子の子供たちは男女ともに智子のこの地位には遠く及ばなかった。例えば1001年長保3年10月、明子の40歳の祝賀が一条天皇来臨のもとに土帝邸で行われた。この祝賀の席で智子の10歳の子頼道と明子の9歳の子頼宗が舞を披露した。明子の子頼宗は舞が得意で、なそりを舞った見事な頼宗の姿に参加者の中には涙を流す者もいた。一条天皇も頼宗の舞に感激し、頼宗の踊りの師匠に位階を与えた。すると立腹した智子をなだめるために道長も座を立ち、その後の祝賀会はしらけてしまったという。そのため後に智子の子頼道の師匠にも同じ位階が与えられている。見事な舞を披露しながら悪いことをしたように扱われた明子の子頼宗こそ哀れである。道長は藤原家を守るために正妻と小の子供たちの序列を厳しくした。東三条院明子はこの祝賀会の後、間もなく40歳で没している。子供たちにも厳しい待遇差がありながら、明子が耐えられたのは兄の利方の適切なアドバイスがあったからである。利方は幼い時に父高明に従って太宰府まで同行して、藤原氏の権力の強大さ、卑劣さを身に染みて思い知らされていた。そのため何があっても時の権力者に逆らってはいけないことを利方は口を酸っぱくして明子に教えたに違いない。兼家に続いて道高、道長に従順に仕えた源利方は995年長徳元年に参議に任ぜられ供養に列した。さらに利方は九郎殿等になった際、藤原の忠信を差し置いて正五位の芸宇宙弁に任ぜられている。一方の明子は29歳で第一子の頼宗を産むと、それ以降明信、慶喜、弘子、高子、長家と四男二女を産んだ。末子の長家を産んだのは明子が42歳の時なので、かなりの高齢者出産であった。明子の子供たちの後見人は東三条院明子であった。そのため東三条院の生前中は智子と明子の子供たちの昇進などにも差はつかなかった。しかし東三条院がなくなるとその差は明らかになっていく。例えば一条天皇の後を継いだ三条天皇には第一王子に厚明親王がいた。
敦明親王の母は右大臣藤原成時の娘助子であった。本来は第一王子である敦明親王が皇太子になるべきであった。ところが道長は圧力をかけて敦明親王に辞退させ、自分の孫の敦平親王、後の御一条天皇を皇太子にしている。敦明親王は皇太子を辞退したただ一人の王子として歴史に記録されている。すると道長はなんと皇太子を辞退した返礼に敦明親王と明子の娘弘子を結婚させるのである。智子の娘たちは皆天皇の中宮となっているというのにである。しかしこんな仕打ちにも明子がじっと耐えられたのも、そばにそっとなだめてくれる利方という兄がいたからである。利方は1010年寛康7年には藤原の均藤、藤原の高家、藤原の生成の3人の供養たちを飛び越えて極意である正二位に至っている。そのため源の利方は藤原の均藤、藤原の忠信、藤原の行成と共に一条町の子納言と呼ばれている。源の利方は1027年満寿4年6月12日に病熱きによって出家し、翌13日に逝去している。享年は父の高明と同じ69であった。源明子は明信と弘子の2人の子供に先立たれたが、長命で兄利方の死から22年目の1049年永正4年85歳で逝去している。明子の子孫は女系ながらも血筋は皇族および御摂家につながっている。多くの孫やひ孫に囲まれた寂しくない最後だったようである。